皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。石破総理大臣の次は高市早苗氏が総理大臣になろうとしていることについて取り上げていきます。といっても、ここ最近の報道としては、自民党の総裁に高市氏はなったけれども、総理大臣になるかはちょっとわからないよねというような報道が繰り返し行われてきました。というのも、自公政権の枠組みが崩壊し、公明党が連立政権からの離脱を表明。これに伴って、野党の主要政党が組めば、自民党の単独に比べると票数で上回って首相を選出することができる状況となりました。例えば立憲民主党と国民民主党、日本維新の会が組めば高市氏を上回ることができるというような報道です。そのためにどのニュース番組においても野党の党首や幹事長、そして自民党の高市氏がどのような動きをしているかについても積極的に報道され、首相指名選挙においてどうなるかについての様々な組み合わせについての解説が行われている状況となっています。ただ、現状大きな流れは決まったように見えます。先ほども述べたように、野党の主要政党が組めば、自民党よりもより多くの国会議員票を集めることによって総理を選ぶことができます。しかし、その目論見自体がどうやらうまくいきそうもないのです。まず第一に、国民民主党の玉木氏は立憲民主党に対して基本的な政策において合致しない部分が多く、これらについて国民民主党の側に合わせることができないのであれば、政権運営としては現実的ではないとして立憲民主党の側に政策を変えるようにと求めています。そのようなことができないのであれば、そもそも政権として無茶苦茶になってしまうわけで、ただ政治混乱を引き起こすだけになってしまいます。一方で日本維新の会もこのような国民民主党と立憲民主党の間における政策の不一致といったものがある以上は、立憲民主党の主導するような形でできる政権にはちょっと参加できませんよ。国民民主党と立憲民主党の政策が合わさるようなことが発生しない限りは、日本維新の会としては距離を置かざるを得ないという話をしていました。このような状況ですから、自民党としては高市氏が総理大臣になるために必要な条件としては、そもそもこの主要野党の間におけるどこか一つを自分の側に引き寄せることができれば、それで野党の統一候補が総理になるといった道を阻むことができます。この場合だと国民民主党もしくは日本維新の会どちらでも良いというわけです。そしてここに来て自民党の政策受け入れとしては、日本維新の会、国民民主党それぞれどちらに対してもある一定程度の政策の合致を見ることにより、野党主要3政党が統一候補を立てて首相を決めようという動きそのものを不発に終わらせようとしています。実際にそれはかなりうまくいきそうです。現在のところ、日本維新の会は副首都構想について自民党と協議を行うことをある程度合意したと言われています。これは今すぐにどうこうなるといったわけではありませんし、必ず副首都構想を実現できるといったわけでもありません。しかし、これまでは日本維新の会が主張していた内容について、与党側でこれを真剣に議論するといったことがそもそも存在しなかったことを考えれば、十分前進したと言えるわけです。しかも自民党とくっつくことにより日本維新の会が大きなダメージを受けるというわけでもありません。基本的に自分たちの政策を自民党側に飲ませようとしているわけですから、大きな損害といったものは発生しにくいわけです。一方で現在国民民主党と立憲民主党の間には大きな問題が発生しています。国民民主党としては自分たちの政策を立憲民主党が受け入れないのであれば協力体制は築けないという話をしているわけです。もしも野党主要政党における統一候補を目指すというような話になって野田党首がこれを受け入れようとすれば、当然のように立憲民主党の従来の政策を変更することとなります。立憲民主党の安住幹事長は綺麗事なんかどうでもいい、とにかく数合わせをしてでも自民党政治を終わらせるんだといったような趣旨の内容の発言をしていました。私はこれを聞いて本当にゾッとしました。綺麗事だからかどうかといった話は一旦横に置いておくとしても、自分たちの政策をぐにゃっと曲げてでも政権を取ろうという姿には、確かに権力欲に対する強さといったものは伺い知ることができるわけですが、私は別に政治家にそのような行動を求めていません。日本を良くするためにどんな政策が必要であるか、そこを真剣に議論してほしいものです。もしも立憲民主党がそのように国民民主党の側に
政策を移してくるというのであれば、そもそも立憲民主党の存在意義そのものがなくなるわけなので、後のことを考えれば、野田党首は決断できないのではないかと私は思います。たとえ決断したとしても、それをもとにして立憲民主党の支持者が離れれば、かえってその後の議席数が伸びない、減らすといった現象を呼び込むのではないでしょうか。そして、現在の政治状況というのは私から見ると別にそんなに悪いようにも思えません。もともと自民党と公明党の間には、政策で合致しない部分があり、しかしそれでも自民党にとっては公明党がいた方がいいし、公明党は政権にいた方が自分たちの意見が通るといった形で、ある意味歪んだ自公政権が続いてきたわけです。今回公明党は表向きは政治とお金の問題が発生し、これが十分正されていないとして政権から離れました。であるならば、自民党はその表向きの理由を受け入れた上で、政治とお金の問題に関して、自民党が従来掲げている政策よりも一歩進んで、野党側の案に寄せる形で政治資金の締め付けなどに一歩踏み出してほしいものです。ちなみに現在のこのような状況に伴って野党側の意見を受け入れなければならないといったような要求は高まり続けています。日本維新の場合だと副首都構想やもしくは社会保険料引き下げに関わるような保険料改革といったものを掲げており、自民党に対して突きつけている状況です。そして国民民主党の方にしても、同様にして野党の意見をもっと聞いてくださいという形で自民党に迫り、ガソリンや軽油の暫定税率の廃止に向けて自民党にこの案を飲ませることができそうな状況となっています。この部分については、そもそも物価高に対する対応として自民党も取り組むべきだという意見がありますから、高市総裁はこの意見を受け入れて国民民主党との協力体制についても政策で合致する部分については進めるとしています。同様にして自民党、公明党、国民民主党の間で合意された基礎控除額の引き上げ問題に対しても前向きな意見を表明しており、自分が総理大臣になったら国民民主党とこの問題に対してある程度協力関係を築けるという話をしています。私はこの政策についても賛成なので、今の状況を生かして政策が前進するというのであれば、非常に好ましいことだと思っています。基本的に物価高が進行することに伴って必ずのように従来の税制では対応できない部分が出てきます。ですから物価高が進んだからその時だけ考えるといったような話ではなく、インフレが続くことを前提として基礎控除額についてはある程度連動してくるような仕組みそのものを私は入れるべきではないかと思っています。何年かに一回政治的な課題として基礎控除額は何万円にしなければならないといったような形で論争するのではなく、インフレ率何%だからこれに合わせて自動的に連動するような形で基礎控除額も変動するようにしようみたいな形で、もう政治的な課題として取り扱ってほしくはありません。とこのように私の考えを述べてきましたが、皆さんそれぞれに支持政党もあれば支持する議員も異なっていると思います。ですから私の考えを聞きながらも、違う意見はたくさんあるでしょうから、今の政治状況について自分の考えをまとめて、ぜひとも動画へのコメントをしていってください。よくマスゴミというような表現もされますが、今のように政治界隈において何が起こっているかは、結局のところ当事者が話すか、もしくは当事者の周りで取材している記者の書いている記事でしか状況はわかりません。残念ながら私のように一般市民が外から見た場合における話というのは感想にとどまらざるを得ません。具体的に何か情報が出てくるわけではないのですから仕方がない面があります。ですから皆さんも状況の推移を見ながら、しかし一方で自分自身の考えはこうだという部分を、ぜひとも持つようにしてください。インターネット上には一方的な情報発信を行って間違っていることでも構わず誰かの意見をどんどんと染め上げて自分に都合よく変えようとする人たちがいます。そういった時、自分自身にどんな政策の軸があるかといったことを考えた上で、今の政治界隈のニュースについて見ておくと良いでしょう。例えば、国民民主党が立憲民主党との間に政策の違いがあるといった部分について、一体どこが違うのかといったところを押さえておくべきでしょう。安全保障問題やエネルギー政策、現実に即した政策を打ちましょうというような話と、自民党に対する反対意見として政策を掲げている内容とは
ちょっと意味合いが異なります。私が今回の騒動で思っているのは、まず第一に自民党は野党から攻撃されるばっかりというような問題に陥っている政治とお金の問題については、きっちりと再発防止の仕組みを取り入れて、もう政治の問題で、あの議員はあのお金の使い方がみたいな話を選挙の議題にならないようにしてほしいのです。政治の争いというものが、そうした誰が不正をしたかしてないかというような話ではなく、どこの政党、どこの誰がどんな政策を掲げて、あっちの方がいい、こっちの方がいいといったような政策そのもので戦ってほしいものです。あなたは現在の日本政治をめぐるニュースで何を思っているでしょうか？ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。